スピリチュアル的に見れば結婚はしてないですよね。まあビジネスですよね、二人くっついたのはね。結論？お父さん、はい。今、ヒカルさんと、YouTuber の。はい、YouTuber のヒカルさんと、進撃のノアさんっていう、また元キャバ嬢さんで、今は社長業されてる方だったと思うんですけれども、の二人のゼロ日婚がすごい話題なんですが、こうゼロ日婚をそのスピリチュアル的に見た時の話と、まあ、今後二人がどうなっていくのかみたいな。スピリチュアル的に見れば結婚はしてないですよね。あ、そうなんだ。まあビジネスですよね、二人くっついたのはね。もちろんお互い好きだっていうのもあるかもしれないけど、ヒカルくんの中であるのはね、まあこれヒカルくん見たら文句言ってもいいけど、別に離婚してもいいんじゃないの？結婚もいいけど離婚もいいんじゃないと。誰と付き合っても飽きちゃうから、人間ってね。彼に限らず。付き合っていきながら熱くなって、最終的に出口が結婚になった時に、その後は下がっていくだけだから、結局そういう結婚よりは、お互いいいよね。まあ気になるよね。で、ビジネス面でもお互いにプラスだよね。だったら、お互いに性格の癖もあるし、いろんなことやっているけども、まあ、それをお互いに、調整しながら、結婚生活からスタートする。その方が長くできるんじゃないのっていう多分、あの人は発想なんですよ。なるほど。あ、でもなんか考えそうな感じだね。ただ、やっぱりそれは、ヒカルくんは、それは表向きの話よ。ヒカルくんの中では、あんまり結婚重要視してないと思います。やっぱり自分の両親も離婚してるし、で、やっぱりうまくいってないでしょ。でなおかつ、離婚すること自体も別に何でもないと思ってるんですよ。平気な人なんで、まあそれもそれいいんじゃないのと、結果的にそれがうまくいかなければダメだし。っていうのは、そのノアさん、新規のノアさんか、と結婚する以前に何人かお付き合いしたじゃないですか。で、多分本人の中では、もっと熱いラブロマンスというか、付き合ったらこうなんだよねって、この愛は絶対間違いがないんだよね。あなた結構尽くすんですよ、結婚したら。めちゃくちゃ、お付き合いするときも尽くすんで、相当尽くした挙句に、多分捨てられるじゃないけど、終わってるので、女性に対する不信感はあると思います。だからね、お金がない時代に彼は、全くお金がないときに、ある人と好きになって、関西の人をね。で、わざわざ、お金もないのに、ルイ・ヴィトンまで行って、で、買ってきて、バッグをね、その中にまた、キーケースとかも入れてプレゼントしたりとかっていう風に、意外と尽くすタイプの人なんですよ。動画の中では結構オラオラに見えるんですけど、でも結構細かいです。そんな怒る人でもないしね。結構口が悪いけども、態度が悪いだけで、それに対してなんかっていうタイプじゃないんですよ。だからそういう意味では皆さんが考えてるよりも、実はすごく丁寧で優しい人だなとは思ってるんですが、一個はやっぱりそういう哲学があってやったってことね。じゃあ、裏の面があるの。今ね、彼、運勢的に悪いんですよ。運勢方が運勢の話をしますね。ノアさんの方も悪いんです。お互い、もう、最悪な状態の運勢なんですね。で、ノアさんはノアさんってやっぱ年齢のこともあるし、でもやっぱりキャバ嬢なんで、まあ基本やっぱりあんだけ大きくなるためには、バックに谷町というか、パトロンというかね、お金持ってる人たちがいないと、マイバッハ乗ってますから、人は。大阪で。マイバッハで運転手付きで乗ってる人ですから、いくら自分で稼いでるとはいえ、やはり谷町パトロンがいてっていう、それも一人や二人じゃない、いると思うんですよ。そういう人たちに抱えられてきてる女性。だけども、まあ、それだと結婚できないし、ヒカルさんが言ったらしいんですよ、実はね。話があった時に、これはと渡りに船と思って乗っかったと思います。いいかもと。で、まあ、ヒカル君お金があるし、その、いわゆるバックの人たちに対してもやってくれてることをヒカル君がやればいいだけだと思うし。ただ、まあ、パトロンさんにしても、もちろんノアさんに対する思いがあってやってるので、そこは簡単に済まないだろうなってことが一個ある。ただ、幸いにして二人は一緒にいつも住むわけじゃないんですよ。まあ関西と東京なので、今はね、各ところがね。だからまあ、いわゆる別居婚ですし、なおかつあとはやはり、お互い仕事してるからそこ尊重しましょうねってことになってるので、まあ、今のところはごまかしが効く。ヒカル君の方はヒカル君の方で、おそらく精神的に参ってて、血便出てたらしいんですよ。あら。
相当参って、で、体重も相当11キロ落としたりとか、いろいろそういうことをやりながら、私生活は相当苦しかったと思うんですね。やっぱり数字が上がらなかったりとか、YouTube 収益が落ちたのから実は。今、昔ほど上がってなくて、3分の1とか4分の1とかになってるので、まあ、経営も大変でしょ。で、あんだけの人もいるし、なおかつ全部自分が仕掛けてるものがいいわけではないので、で、毎日投稿っていう形を今しているのね、彼は。そのことによって YouTube 収益を上げてって、どうにか会社を回さなきゃいけない。その中で、まあ一緒にやってる事業家のね、方と一緒にいろんなことを仕掛けてやってますけど、おそらくギリギリでやってるんですよ。そういう意味で精神的に参ってるところで、もっと広げなきゃいけないけど、自分ができることは精一杯やってるのね。毎日投稿したり、入江くんと一緒にいろんなことをね、やったりとかしてますけども、行き詰まってると思います、そこは。じゃあお互い、いいタイミングで。ビジネス的にくっついた。というのもやっぱ進撃のノアさんのところのつながりとか、そういう人脈をヒカルくんもらえるじゃないですか。はいはい。ヒカルくんはヒカルくんの人脈でやってますけど、やっぱそこも行き着いてるので、やっぱりそこはそこの方にくっついていきたいと。で、ノアさんの方で、やっぱり関西でやってて、東京でやってる人じゃないから、まあ、東京に出てきたいというのもあったし、そういう面からやっぱりお互いがお互いに、まあ、意見があった。ただ、僕の感じですよ。見た感じ。動画見たんですよ、全部。彼の長い朝食の動画全部見たの、僕。全部見たのは、おそらくディレクターからこれ見れって言われるなと思って見てたんだけど、音声消すとわかるんだけどね、音声消すと人間って顔に表情が出るんですよ。顔が喋ってくれるんだけど、それを見る限りではノアさんは、まずったって顔してる。ちょっと早かったかな、みたいな。ちょっと早い決断でやっちゃったからまずかった。この男で大丈夫かなっていう顔はしてます。ごめんね、ヒカルくん。そんな風に見えたってことよ。ヒカルくんが嫌いとかそういうことじゃなくて、いや、ちょっと勢いで行き過ぎたかなっていう。想像以上にヒカルくんが家庭的なんですよ。実は。もっとドライな人だったと思います。結婚しました。はい、結婚でも別に席なんか別にいてもいいや。最初そう言ってたのよ。席も入れてませんからと。もう入れてますからね、席。速攻でヒカルの方は。で自分の実家に連れてって、お父さんとか全部合わせてるんで。で、顔が、ヒカルくんも毒気がなくなってるんですよ、今。確かに優しい顔になっちゃった。だからそれちょっとキャラ変わっちゃったんで、そういうの見ても、ノアさんからしたら怖いと思います。そのビジネスマンのヒカルくんといることによって自分のやっぱりブランディングを作ろうとしたのが、要は男の人がそういう優しく柔和になっちゃうと、その強い女性って面倒くさくなるんですよ。何変わっちゃったのみたいな。いう空気は、ごめんなさいね。僕のあくまでこれ、あれですよ。独断と偏見。ハルさんっていう霊能者の見方。ね、文句ある人は、言ってください。でも削除しますから。ね、そこはね、いいです。書いた方がいいです。消しますから、ね。消すから。消す。ただ、だって言わなきゃいけないじゃん。ただ、それ今、YouTube 見た感想で聞いても仕方がないんで。そうだね。やっぱり僕の思うこと言わなきゃいけないんで、ノアちゃんはまずったなって顔してるなと僕は思ったんですよ。で、結論分かれます。早々と。はい。持たないと思います。おそらく来年にはもうダメになると思います。それも早いんで、割り切りがね。傷つきたくないんでしょうね。そうでしょうね。なんか聞いてるとね。気持ちは分かる。あとで一個気になったのはね、これはあゆみさん聞きたいんだけど、キャバ嬢の顔ってあるね。ここの方になんかヒアルロン酸入れて、大体なんかこう、鼻上げて、目指す顔というか、キャバ嬢顔ってあるんですよ。そこ受けるお顔みたいなのがこういう風に目が大きくてっていう。キャバ嬢僕ね、うちの生徒さんでいるので、キャバ嬢に聞いてみたのね、キャバ嬢顔ってあるのって言ったら、あるよって言って、で、なおさんの顔はどんな顔なんだキャバ嬢顔だよって。で、それは現代の顔、現代のキャバ嬢の顔。そうなんだ。キャバ嬢の顔って何年ぐらいで買うの ?5 年単位かなって話をしてたの。みんな流行りに合わせてお顔変える。変えるでしょだから女性同士で顔見て5年前の顔とか分かるらしくて。すごいね。面白いね。面白いっていうかまあ、だから皆さんあんまり顔いじらない方がいいですよ。これはスピリチュアル的にってこと
もちろんそうです。だって戻せなくなっちゃうので、例えば工藤静香さんが昔眉毛太くしてたとか、細くしてたとか、それはいいじゃないですか。反ってるだけだから。なんで工藤静香さんなのそこで。工藤静香さんのイメージが強い。あなた眉毛太い時、すごい、彼女が眉毛太くしたらみんな太くした人じゃん。流行りがね。細くしたじゃん。っていうようなオピニオンリーダー的なものがいて、例えば薬師丸ひろ子さんみたいにボブカットやるとか、聖子ちゃんカットするとかっていうのは、まあいいと思うんですよ。その人たちの持ってるそのオーラに合わせられる。でも、みんな顔をいじっちゃって同じ顔をするってことは、まあそれはそれで時代の風に乗るけども、次の顔になった時に時代の風に乗れてないんで、明らかにノアさんの顔もあと5年後にはもう古い顔になっちゃうんですよ。それってどうなんですかっていう、別にノアさんのことじゃないですよ。今からそれを真似してやろうとしてる人たちに僕言いたいんですよ。あれ見て、あ、こんな顔がヒカルくん好きなんだ、じゃあ私もやろうって絶対出てくるんで。そっかそっか。そう。これヒカルくんが好きな顔じゃなくて、流行りの顔なんですよ。だからそれは、あんまり真似しない方がいいかな。中で固まっちゃうとかね、いろんな話聞くんで、ボトックスはね。ほとんどボトックスでしょね。あげてるの。まあ、もっといろいろいろんなものもっとが。入ってるらしいですよ。いろいろ異物が。やめよ。やめよ。ね。自分の顔に合った整形するならいいけどね。整形は別に反対じゃないからね。流行りに合わせるのやめようってことそうですね。そうだね。もうだってやっぱ10年前とは真逆の顔が流行ったりとかっていうことありますからね。話戻りますけど、進撃のノアってさ、その漫画の、僕から進撃から来てるわけでしょ？ああいう風につけて、女性がつけない名前をつけて目立とうっていう発想からしてもビジネスマンだよね。ノアさんはね。なるほど。それどう思う？そういうやり方で。すごい。まあでも、すごいですよね。だしやっぱノアさんの場合長いから、一発屋じゃないので。すごい。で、まあ本当経営もすごいから、やっぱりキャバ嬢だけではなかったんだなっていう。でも絶対尻尾出さないよね、あ、そうなんだ。お話、ずっと朝食動画見てるんだけど、出ないんですよ。ちゃんと綺麗に本当に可愛い女の子を演じてて、もうみんなに可愛い可愛いって言われて、相馬くんも可愛い可愛い、前さんも可愛い可愛い、光のお兄さんね、可愛い可愛いとかね、やっぱりその可愛さとか純粋さがいいよねとかって言ってるのよ。純粋な女なんかいるのかって俺思いながら。いやいや。ここカットで。思ってる人いると思うよ。俺代弁しないといけない。だってメディアだから。そうですね。ね、そう。皆さんの気持ちも代弁しないといけないから、皆さんの気持ちを代弁しますよ。そういう人の前に出ていろいろわーってやる人が純粋な人いるんだったらすごいよね。ほらね。妖精ですよ、それは。なんかね、家のためにやらなきゃとか、借金がとかね。多分そんな人もいないと思う。誰もいない。俺たち昭和の時代とか方かもしれない。そっか。ノアさんが全部出さないってことです。だから僕は音声消してみたんですよ。面白いね、でもその見方。みんなやってみて。そしたら人ってわかるんですよ。手癖が速くなったりとか、目の瞬きが速くなったりとか。私ずっと瞬きよくしてるけど、目が乾燥するから。最後にね、ヒカルくんのフォローじゃないけど、僕は彼はあんま好きじゃなかったんですよ。金と黒にしてる段階でおかしいだろうと思ってたんですけど、そう言いながらも僕が今 YouTube つけて一番最初に上がってくるのはヒカルチャンネルなんですよ。相当見てるってことなんですよ。だから見てるから思うんですけど、相当考えてやってるなとね。すごい努力家だと思います。で、周りが追いつけなくてイライラしてんだなっていうのもあるし、で、本当に、起きてる間は、その YouTube のこととかね、自分が一番になっていくための努力を惜しまないというか、死ぬほどやってる。だからね、僕、ヒカル君に言いたいのはね、緊張の段階でずっといるっていうのは、脳が常に緊張状態でいるので、すっごい疲れるんですよ。で、あと、いろんなその情報を得ようとして、気持ちっていうか魂開きすぎてるんで、そこに逆にいろんなものを食らっちゃってるとかしてるんで、まあ、ヒカル君のレベルまでいけばね、僕は多分、1週間ぐらい休んでもね、10日ぐらい休んでも問題ないと思うんですよ。地球の中でね。そういうメリハリをつけた方が、もっと彼の能力生きるんじゃないかなと思う。発想とかすごいもんね、いろいろね。いや、発想すごいし、彼がすごいのは行動力なんですよ。思ったことすぐその場でやるっていう、すぐやるかの、もう典型的な人なんで。だから、カジサックさんが今ね、いろんなお笑いの人とかを連れてきて、お笑いさんとも組んでいろいろやったりしますけど、ああいうの見てても、まあ、本当はタレントしたかった人なのかなっていう気はします。彼が一番尊敬するのが、まあ、
しんすけさんなので、そうなんです。やはりそういうところに行きたかった人なのかなって気もするので、やっぱりそこに行けない自分がいて、YouTuber の中でとにかく一番を取って、認めてもらって、次はそこっていう考えもしてるはずなんですね。ぜひね、これ見てるテレビ関係者の人も意外と想像以上に危なくない人だと思うんでね。僕は、そろそろね、彼もそういうところに行ってもいい、だけど力を持ってる人じゃないかなと思うんで、僕は進言することでもないんですけどね。あんまりコンプライアンスとか、なんていうのかな、怖がらずに、ね、粗品君より全然僕は安全だと思うから、使ってみたらどうかなと思いますけどね。あなたは本気でやってますからね。はい。まあでもね、いろんなことをお話ししましたが、あくまでこれは僕の立場でお話をしただけで、お二人が今こうやって幸せな段階にいてね、頑張りたいということは応援したいという気持ちはあります。もちろん。運勢家として言いますが、二人とも大変な時期でね、業務官に襲われたり、苦しい気持ちになったりしますが、これ運勢のせいです。で、来年になっていけば、だんだん気持ちも楽になるし、再来年からスタート期に入るので、この野郎こんなこと言いやがったって思うのであれば、せめて2年間我慢すれば、もしもですよ、二人があと2年間続いたとするならば、一生の付き合いになると思いますから、どんどんこのね、年寄りの僕のね、おじさんの僕の言ってるね、ことを今に見てろっていう気持ちで、逆に二人で頑張っていただけたらいいかなっていうふうに僕は思ってます。そしたら僕もね、すいませんでしたって動画上げるしね、拍手もエールも送りますんで、ぜひ僕のこのね、予言が当たらないように、二人で頑張っていただけたらなっていうふうに思います。もしも、外れたら僕も金と黒に変えますから。×で。ひかりさんに頑張ってください。はい、おめでとうございます。表情はもう大丈夫さ。表情は静かに目を閉じて